非常に大きくていい感じですよね。アワビの春菜蒸し焼き。皆さんこんにちは。今回は福島県安達太良山麓にある嶽温泉のひなび宿花かんざしをご紹介します。花かんざしは昭和初期の木造建築による全8室のみの秘湯ともいえる温泉宿です。さてこのチャンネルは私が実際に宿泊した宿について館内全体からチェックイン、お部屋、お風呂、食事、チェックアウトまで音声付きの臨場感のある動画を目指しています。一通り見ていただければ宿の全体が分かるように構成していますので、ぜひ皆さんのホテル選びの参考にしてください。まずは宿の概要をご紹介します。花かんざしは全8室で2階建ての小宿となっています。フロントの反対側はラウンジのようなスペースになっており、骨董品のような歴史を感じさせるものが多数展示されています。カプセル式のコーヒーが無料となっています。お、すごい。これ面白いね。これプチってやるんでしょこれね。お、意外と硬いね。お、刺さった。あ、できた。はい。一段上がっていただいて、そのままこちらで靴をお預かりしますので、はい、あ、お願いします。すべて畳敷きとなっております。スリッパとございませんが、お部屋で管理ご用意してますので、おお、なかなか。お部屋が1階の片栗という露天風呂付きのお部屋でございます。はい。こちらのお部屋でございます。大浴場の方はこちら突き当たり左手にございますので、こちらまでお願いいたします。本日は東海花かんざしをご利用いただきありがとうございます。お風呂なんですが、大浴場の方もこちらも24時間やっておりまして、
ただいまのお時間の方が、男性が露天風呂付きのお風呂で、女性の方が内風呂のみのお風呂となります。お風呂入れ替えの方がございまして、夕食されている間にお風呂の方入れ替えさせていただきますので、入る際、のれんの色で確認お願いいたします。ちょっと岩風呂だったんですけど、そのお湯の成分のせいでちょっと穴が開いてしまって、今こんな形で。そっかそっか。本日のお夕食ですが、こちらのすぐ左のお部屋の方が椅子テーブルになっております。こちらの方でお食事ご用意させていただきますので、お時間が6時から6時半でのご用意となりますが、どうぞ。6時ですか。今回泊まります片栗ですね。鍵はこんな感じのね、普通の鍵になってます。ではお部屋に入ったところね、こんな感じで畳になってて、なんかここね、結構こう仕切りがあって2部屋を1部屋にした、そんな感じもします。こちらから入り口がありますね。あと今というかリビングのようなお部屋は一応こちらからということになってます。この辺のね、見た感じはかなり古い感じには見えますよね。やはり昭和の初期に建てられたその辺を残してるんですけれども、ちょっとお部屋をね見てみましょう。でこちらがね、リビングに相当するお部屋になっています。8畳のお部屋になってますね。奥の方にもう露天風呂見えてますけれども、まずはこちらのお部屋から紹介していきたいと思います。こちら側にもう一つ、実はこっちの壁になってますけど、完全に壁になってますけども、壁の向こうにねもう一つお部屋があって、そちらが一応ダイニングルームという形になってますね。座椅子が2つあって、座布団が敷かれてますよね。でテーブルがあります。でこちらがクローゼットになってます。ちょっと開けてみますね。こんな感じですね。陣羽織とかね、あと浴衣が置いてありますね。そして下には大浴場に持っていけるようなね、こういうカゴが置かれてますね。あと足袋も入ってます。こちらはね、床の間のような感じになってますけれども、非常になんというかね、こういったこの辺の木とかですね、上側とか、壁もそうなんですけども、歴史を感じさせるような、そういう感じの作りですよね。この辺りのね、こういう木細工といいますか、こういうものとか、あとはこういう障子ではありませんけども、こういった、扉ですよね。この辺のね、こういったもの、この辺全て昭和初期のものをそのまま残してるんですけれども、ただもちろん畳は綺麗ですし、全体のお部屋のね感じは古い割には非常に綺麗な印象がします。この上のねランプもちょっと古めに見えますけども、これ結構多分新しいランプでしょうかね。なんというか匂いとかね、雰囲気とかそういったものが非常に古い感じがするんですけれども、でも実は結構綺麗なんですよ。なのであまりなんというかね、古いお家に入ってきたようなそんな感じはそんなにしなくて、すごく雰囲気のいい感じのお部屋になってます。テレビはね小さめのテレビで、ただ Wi-Fi がしっかり使えるようになってますんで、Wi-Fi のスピードもね31メガ bps 出てますんで、十分かなという感じはしますね。そして下には金庫が置かれてます。こちらのパンフレットね、花かんざしというふうに書かれてますけれども、館内案内が書いてありますね。でお部屋が全部で8室しかないんですけれども、そのうちの3部屋、追い町草、片栗、なでしこ、この3部屋が露天風呂付きの客室ということになってます。今回僕らが泊まってるのは片栗のお部屋ということになってますね。でこちらにはね、嶽温泉の観光マップということで、結構嶽温泉はね周りもなかなか面白い街並みになってますんで、これは後でご紹介したいと思います。それではこちらの方にちょっと行ってみたいと思いますけれども、ここにね大型のソファーがあって、
こちらに洗面がありますね。フェイスタオルとドライヤーと歯ブラシ、それからアメニティ、これはねポーラの化粧品が使われてますね。女性用、主に女性用でしょうかね。あとは歯ブラシとか一般的なアメニティが置かれてますね。こちらはオムニセンスという化粧品になってますけど、これはいただけるんだと思いますけれども、こんな感じのね洗面になってます。でこちらに来ますと、実はもう一部屋、壁を隔ててもう一部屋ありまして、こちらはねダイニングルームということになってますね。で基本的にはこういった椅子とテーブルですね。最近こういった椅子とテーブルタイプ多いんですけれども、これはおそらくお年寄りとかですね、ちょっと膝が悪い方とかそういった方に対応してこういったテーブルにしてるのかなというふうに思いますね。それから、こちらにもテレビがあって、こちらにも床の間があります。最初に言いましたけれども、おそらくこちらの部屋は向こうの部屋とまた別の部屋でそれを2つつなぎ合わせたんじゃないかなというふうに思いますね。こちらも8畳ありますので、こんな感じになってます。やはりお部屋の雰囲気すごくいいですよね。ちょっと古いんですけれども、例えばこのテーブルに関しては新しかったりとか、畳はもちろん新しいですし、ここからこう見る雰囲気も素晴らしいですよね。でこちらにミニバーといいますか、そういったお茶碗とかですね、お茶碗とか急須とかお茶のセットが置かれてあります。あとはネスプレッソのねコーヒーメーカーもありますので、こちらのカプセルでコーヒーを作って飲むことができるということになってますね。それから冷蔵庫があります。冷蔵庫はねいろいろ入ってはいます。ビールとかね、コーラとか入ってますけれども、こちら実は有料になってまして、こちらに値段が書かれてますね。そしてこちら側にトイレがあるんですけれども、トイレこんな感じです。やはりねこの入り口がかなり古い感じで大丈夫かなとちょっと心配にはなりますが、中のトイレは最新型のウォッシュレット付きのトイレということになってますね。非常に清潔になってます。さてそれではお楽しみの露天風呂ですね。こちらから見るとこんな感じになってます。この露天風呂実はですね、去年の秋に改装されて、もともとはホームページを見てもらうと分かりますけど岩風呂だったんですけれども、実は来てみたらこんな感じのお風呂になってます。ちょっと残念な感じもしなくもないんですが、これはこれでね非常に大きくて趣のあるお風呂かなという感じがします。ちょっと今から行ってみますね。でお風呂はこんな感じです。屋根がね上にかかってますけれども、ですので完全な露天というわけではなくて、外に出てるお風呂という感じの雰囲気でしょうかね。でなぜこちらのこういった新しいお風呂になったのかというと、実はですねこちらの温泉は強酸性の単純泉なんですけれども pH が 2.5 っていう非常に酸性の強いお風呂なんですね。お湯なんですね。それで、岩風呂に穴が開いてしまうということでリニューアルをしてこういったお風呂になったということみたいですね。ただお部屋についてるお風呂としては非常に大きくていい感じですよね。ちょっと上がね開いてないのは若干残念ではありますけれども、よしずにこう囲われててちょっと外もあまり見えないところはありますが、まずまずの雰囲気のねお風呂かなという感じがします。お湯ですけれども、パッと見た感じは透明な感じに見えるんですが、結構ね下の方に湯の花が沈んでるんですよね。でこの湯の花こう混ぜると結構白い感じになると思います。もともとはそういったお湯なのかなというふうに思いますね。で匂いはねあまりしないんですけれども、ほぼ無臭かなと、若干硫黄っぽい匂いもしますけども、基本的には酸性の単純泉なんでほぼ無臭かなという感じがします。
源泉 100% かけ流しということですので、こちらから源泉が出てるということになります。で外のお風呂ですけれども、洗い場はしっかりこういうふうに用意されてまして、問題はないのかなという感じがしますね。床もねこういった感じの、すのこ状になってますけれども、木のような感じになってて、こちらにはねリラックスできる、椅子が置かれているということになりますね。はい、それでは片栗のお部屋のね、お部屋付きの露天風呂入ってみたいと思います。でこんな感じのね非常に広いお風呂になってますね。でもともとですね、去年までは岩風呂だったみたいなんですけども、去年の秋に改装してこんな感じの、石のお風呂といいますかね、こういう感じになったみたいです。でそれまではねほんと雰囲気の良さそうな感じのね岩風呂がホームページに載ってるんですけれども、ちょっとそこがね若干残念かなという感じがしますね。で上はねこんな感じで屋根がかかってまして、いわゆる露天という感じではないんですよね。でここにもこうよしずがあって、ちょっと外の景色もあまり見えなくて若干残念な感じはしますね。で隣にはね実は大浴場の露天風呂があるんですけれども、隣の大浴場のお風呂よりも大きいですね、こちらのお風呂がね。で泉質はね pH2.5 の強酸性の単純泉ということで、匂いはねしないんですけれども、うっすらとこんな感じで白くなってるんですよね。で特に湯の花が下にこう結構積もってまして、その湯の花がこう舞い上がってこんな感じで白くなるような、そんな感じですね。こちらからね源泉が流れてきてますね。ちょっと岩風呂じゃないのは残念ですけれどもね、これだけ広い石のお風呂をね独り占めをして入れるというのはとても贅沢な感じがしますよね。フロントにお願いするとねこんな感じでビールを持ってきてもらいますんで、お風呂に入って飲みながら入ることもできるということですね。ということで花かんざしの片栗露天風呂付きの客室でしたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、こちらが、一応大浴場ということになります。今男子が入れる時間ですので、着替えこんな感じですね。やっぱちょっと狭い感じですけれども、もともと8部屋しかないような旅館ですので、狭めでもね全然問題ないのかなという感じがしますね。じゃあちょっと中に入ってみます。でお風呂はねこんな感じですね。こちら内風呂で、奥の方に露天風呂見えますけれども、内風呂はね結構硫黄の匂いがするんですよね。もともと強酸性のね単純泉ということですけれども、少し硫黄の成分が入ってるのかなと、そういう感じがします。こちらがね洗い場になってますけども、で内湯ですけれども、内風呂ですけれども結構狭めですね。お部屋についてるお風呂よりもずっと狭い感じですね。でお湯はね若干白っぽい感じで、湯の花が下に沈んでますから、これを混ぜるとおそらくね白くなって、それで硫黄の匂いがして、強酸性の非常に温泉らしい温泉かなという感じがしますね。露天風呂の方にね行ってみたいと思います。こちらにね露天風呂の樽酒サービスは中止していますというふうに書かれてますね。じゃあちょっと行ってみましょう。さあ露天風呂ですね。どうでしょうか。結構雰囲気いいですよね。木でできた露天風呂になってて、床もね木でできていて、で屋根がねこんな感じでしっかりかかってて、完全なこう上が開放された露天というわけではないんですけども、であとよしずがちょっとかかってて、若干景色なんかはね
あまり見えないような感じにはなってますけども、まずまずの開放感ですかね。でお風呂こんな感じです。すごくいい感じですよね。大きさ的にはまあ 3,4 人入れるかどうかっていうぐらいのお風呂でしょうかね。でお湯はね、内湯と同様の白っぽいお湯で、湯の花が沈んでるので、混ぜると白くなるのかなという感じがします。こちらからね源泉が出てますよね。すごくいい感じのお風呂ですね。はい、それではもう一つのね内風呂来てみました。やっぱり着替えのスペースはね狭めで、洗面がねこんな感じでありますけれども、お風呂はこんな感じになっています。内湯で、大きさやっぱりそれほど大きくなくて、大人 2,3 人入ればねもういっぱいかなっていう感じのお風呂になってますね。洗い場が向こうの方にありますけれども、でお湯はやっぱりね他のお部屋と同様に、透明なんですけども湯の花が下にあって少し白っぽい感じのお湯ということになってます。匂いもねやっぱちょっとこう硫黄の匂いがしますので、やはり温泉らしいとてもいい感じのねお風呂になってますね。フロントでマップをいただきました。嶽温泉は福島県の北部安達太良山の山麓、標高600メートル程度の高原に広がる温泉地です。開湯はなんと平安時代、当時の征夷大将軍坂の上の田村麻呂が開湯したと言われています。源泉は鉄山の南黒金小屋付近から湧き出る毎分1290リットルもの湧出量を誇る温泉です。源泉から約8キロ離れた温泉街まで標高差900メートルを引き湯により配湯しているそうです。黒金焼きと言われる小判型のまんじゅうが嶽温泉の名物です。玉豆腐っていうのが人気なのかな。玉豆腐でいいんじゃないね。こちらがニコニコ共和国国会議事堂です。嶽温泉ではかつてニコニコ共和国という町づくりを行っていました。独自通貨コスモを発行するなど観光に一定の成果があったようです。こちらは共同浴場嶽の湯です。桜坂という坂があり、鏡ヶ池公園までつながっています。桜坂を突き当たりまで行くと鏡ヶ池を囲んだ公園があります。鏡ヶ池です。カルガモや鯉がいました。安達太良山から引いた源泉だって。これ熱っ熱っ夕食の準備
できました。珍しく献立がね縦になってますね。こちらが大人用のね前菜にあたる春菜って書いてますけどね。お作りはマグロと今日はクエ。あ、クエ。おー、中トロとクエとイカ。あ、なるほど。イカがあるね。はい。これが子供用のね、食事だね。エビフライとかね、ハンバーグとナゲットと唐揚げとカツ。なんかすごいね。肉料理が。あとサラダ。うん、サラダとね。刺身は大人と同じだよね。前菜。ね。これがもずく酢。あ、これ取らなくていいかな。最初のお酒、これはなんだっけ。ライスマジッあ、ライスマジック。アルコール度数は少なめ、7% だね。アルコール度数少なめのお酒って感じですかね。爽やかで美味しい。あまり甘くなく。モスクス。これなんだろ青梅のレモン煮、う。もろこし豆腐。これがお作りだね。これがクエ。中トロ。これがイカだね。ちょっと炙ってるね、これね。と子供用の焼肉ね。自分で焼いてんだよね。いいね、ほんと一人バーベキューみたいで。焼肉でね、できたね。美味しそう。石川小芋、タコなどを使いました煮物です。煮物だね。石川小芋だってね。里芋かな。タコ柔らかに。あ、タイのしゃぶしゃぶ。すごいね。タイをしゃぶしゃぶとしゃぶしゃぶして、縮まってきた。こんなもんでいいのかな。ですだちを絞ってタイしゃぶ。すごいね。タイしゃぶって初めて。川俣シャモとお魚のスズキ、また夏野菜を使いました。ちょっと盛りだくさんな一品になってます。これがシャモと白身魚、夏野菜の揚げ出し。これがシャモ。珍しいね、シャモって。こちらアワビの蒸し焼きになりますね。アワビだ。おお、出来上がってます。一口サイズに切ってあって美味しそうだよ。美味しそうだね。アワビの春菜蒸し焼き。タレがついてて、このタレは何味だ。どういう味だ。美味しそうだね。ただの醤油じゃないね。ちょっと焼肉っぽい感じのね。こちら古代の炙り、また糸売り、みょうがを使いました土佐酢ジュレがけと。古代炙り。コシヒカリ。はい、と、ごめんなさいね、この赤だしと。福島県産なんですか。はい、さようでございます。味噌汁赤だしね。はい、なるほど。さようでございます。味噌汁。これがデザートだね。福島産のさくらんぼとメロン。
はい、夜のね布団を敷いてもらった状態ですね。一つだけね簡易ベッドをお願いしたらこんな感じにしてもらいましたけども、あとはね普通の布団ですね。こんな感じで敷いてもらいました。どういう加減は？すごいちょうどいいよ。ちょうどいい。ないし、うん。長くなっているこんな感じ。で、匂いもね、匂いする？ほのかに。ほのかに？匂い。うん、ちょっとするね。すごい。朝はオレンジジュースになってます。ちゃんとお鍋はお時間かかるので先に今火を入れさせていただきました。土鍋で炊いた昨日お話ですね、福島産のコシヒカリでご用意で。朝食すごいね、豪華でね。すごい。こっちがつみれ汁としいたけと揚げ出し豆腐の朴葉味噌焼きと。すごいね、この朝食は。で、子供用はスクランブルエッグとベーコンと焼き鮭ね。かまぼこだね、これね。味噌汁、しいたけと揚げ出し豆腐の朴葉焼き、朴葉味噌焼き。朴葉ってのがこの葉っぱなんだね。揚げ出し豆腐だね、これね。朴葉味噌焼き。茶碗蒸し。これがつくね汁。海苔だね。花かんざしっていう名前がついてるね、ここにね。で、最後にデザート。さくらんぼとぶどうかな。こちらお部屋代、お飲み物代とこちら黒金焼きご一緒でよろしくございますか？かしこまりました。カードでお預かりいたします。はい、お待たせをいたしました。ホテルで焼いてくれた黒金焼きだっけ、ね、すごいね。ちょっと開けてみて。面白い。こしあんだっけ、ね、出来たてでね。出来たて。じゃあ食べよう。花かんざしから車で20分、千恵子の生家へ行ってみました。洋画家、紙絵作家千恵子は後に詩人、彫刻家高村光太郎の妻となる女性で、酒造や長沼家に生まれました。その千恵子の生家記念館が二本松市にあります。館内では千恵子の生涯についての音声案内がされており、使用人部屋を含む多数の部屋、酒樽などが再現されています。千恵子の死後、高村光太郎が詩集「千恵子抄」を出版しました。千恵子記念館では千恵子が制作した紙絵や油絵などが展示されています。